こんにちは。今日はですね、皆さんからとても質問が多い、セミナーの時とか稽古会とかですね、パーソナルの時も非常に、質問の多い仙骨が入るということについて、詳しくできるだけ、誤解のないように伝わるように今日じっくり解説していきたいと思います。これが今仙骨入れてない状態で、はい、これですね。で、入れます。これが入れた状態。なるほど。なるほど。そう。藤原先生の中で言ってる状態が。そうなんですよ。もう一回止めて。これが、入れてない状態で、これが入れてる状態。触診状があんま変わんないんですよ。もっとキュッと入る。いくつかのなんか筋肉のちょっと独特の収縮感なんです。だからちょっと背中触ってもらっていいですか。仙骨の周り、この辺ね、筋肉いろいろありますけど、この辺ですね。こう背中力入れるとこう収縮しますよね。こうじゃなくて、これ今仙骨が入ってない状態で、これが入った状態。わかんないですよね。仙骨を入れるっていうことについて、結構、終鉄の初期から僕はキーワードとして挙げてきましたけれども、仙骨を入れる感覚というのがね、うまく、表現ができないんですけど、自分の中ではこの体が開発されていったその一つのね大きな変化、決定的になんか体使いが変わったなっていう変化のそれを言い表す表現が仙骨が入るという感覚なんです。でこれをねずっと、言い続けてきたわけなんですけれども、仙骨が入るってどういうことなんだろう。仙骨というのは、この辺、ここが仙骨という場所です。で、感覚はね、どういう感覚かというと、イメージというか体感、こういう感じなんです。入るというのは。方向的には、こっち側に、これがね、めり込んで入るような感覚のことを、言っています。めり込むような感覚ですね、これが。ここが。こっち方向に、こっちか。こっちにぐーっとめり込んでいくような感覚。で、この辺が仙骨なわけですね。これ。で、これが前方向にこうめり込んでいくような、感覚であって、で、このここ全体的にこうじわっとというかぐーっと、熱を帯びるような熱い感覚、熱くグッと、なるような感覚があるということです。この初期の頃、この体感覚をそのままお話をしていたんですけども、そうするとですね、こういうふうな理解をされることが多かったんです。この、この背骨、これ背骨ですね。ちょっとあるとして、色変えた方がいいな。背中の筋肉、これ映るかな、映るな。この辺とかにこう脊柱起立筋とか、いわゆる背筋ですねがありますよね。でこの筋肉のもうちょっと内側には、多裂筋っていう筋肉があって、いわゆる背筋群ですね。
背筋。この、背筋をぐっと収縮させることが、仙骨が入ることだろうっていうふうに思われることが非常に多かったんです。要はですね、ここに、仙骨があります。で、それで、ここら辺の筋肉を、この背中の筋肉を、強く収縮させることで、収縮させることによって、このね、ここが背中の筋肉が収縮が強くなったら、この、腰の反り、ここのカーブが、強く、このカーブが強くなりますよね。こういうふうに。これがこういうふうに反るようになる。反るようになると、このね、骨盤はこういうふうに、いわゆる前傾するようになるんですね。こう。骨盤が前傾するようになる。反りが強くなると。こういうふうに、思われてしまうことが非常に多くてですね。で、この姿勢になってくると、強い力が出ない、腹が使える姿勢にならなくなっちゃうんですね。腹。あ、これ肝だ。肝じゃない。腹どうだったっけ？こうか。こうか。肝。これはあれですね。お酒を飲むときの肝臓ですね。間違えた。腹が消えてる。そうですね。腹はこうです。そう。腹を使うためには、この姿勢では、これが、ダメなんです。こうなってはいけないと。ということで、骨盤前傾ではないと。じゃあね、どうしたらいいのかというと、この背骨のカーブというのは、こういうふうに、ちょっとカーブがこれ強く書きすぎましたけど、カーブしていて、このね、カーブが、正しいというか、体が重力に抗って、できるだけ無駄な力がない、もうかからなくていい状態で、立てる状態、自然なカーブというのがあるんですね。これはもう物の構造なので、物の構造、この骨とか筋肉ができるだけ、負担なく立てるポジションっていうのはもう必ず存在するんです。で、その、ベストなポジションから少しずれれば、どこかにしわ寄せ、負担のしわ寄せがかかるっていうのも、これ必ず、それはもう絶対ありますよね。例えば物には、重心というのが必ず存在する。それは、そのものの重心っていうのは、その日によって、変わるとかそういうことではないですよね。そのベストな、状態であるとか、ベストっていうと曖昧に感じますけれども、一番バランスが取れる状態とかっていうのがあるんですね。で、それに大きく影響を要するのがこの、背骨のカーブなわけです。でこの背骨のカーブを最適な状態をきちんと作れていないと、このね、仙骨が入るという感覚にはならないんですね、実は。で、仙骨が入るという感覚を知りたければ、それは、ちょっと抽象的な表現になってしまっているのであれですけど、仙骨が入るというのは、要するに、その独特の、筋肉が、収縮していると。もう単純に、そういうことなんです。さっき言った仙骨がね、
の周りがぐっと熱くなる感じっていうのはどういう感覚に近いかというと、もう激しく筋トレとかをしてある特定の筋肉にギューッと過剰な負担がかかった時に、焼けるような感覚とかになりますよね。ぐーっと。それに、そういう要は感覚なんですね。で、その場所が特殊であるということなんです。なので、仙骨が入るっていうのは、筋肉の収縮なんです。背骨がすごい略しちゃって、背骨があります。じゃあね、この、仙骨が入る感覚っていうのは、どの筋肉の収縮なのかと。それが問題なんですね。このね、仙骨の周りにはいろいろな筋肉があります。いろんな筋肉がありますよね。で、さっき言ったように、この、脊柱起立筋、背骨を反らす筋肉、ここの収縮で生まれるのではないということをちょっと頭に入れておいていただきたいんです。この筋肉が収縮してはいけないとかそういうことではなくて、ここはね、別にここの筋肉もとてももちろん大事なんですね。体を動かす上で、強い力を動かす上で。ただこのね、仙骨が入るっていう状態を、作るときに、それがこの背中の筋肉の力を入れることではなくて、その他の筋肉がこう複合的に収縮するというような感じです。いろんな筋肉ありますけれども、一つの筋肉だけが収縮するわけではないということです。これはね、例えて言うと分かりやすいのが、ここは上腕二頭筋、下が上腕三頭筋ですね。で、上腕二頭筋を、収縮させようとします。で、重いものを持ってカールすれば、ここ収縮しますね。じゃあ、何も持たない状態で、重いものとか、外からの負荷がかかってない状態で、収縮しますと、こうやって収縮させますよね。今硬くなってます。だけど、ここを収縮するために今セットで上腕三頭筋、反対の筋肉も一緒に収縮してますね。そうしないと、この関節の形をこういうふうに留めておく。要はこう曲がる、上腕二頭筋が腕を曲げようとする。それを曲がらないように固定する反対側の筋肉が一緒に働かないと、ここの収縮感っていうのが何もない状態では作りにくいですね。ここだけを収縮させると、ヒュン、こうなって終わりですね。ぎゅーっと収縮さすには、こうセットで収縮する感覚。これにちょっと近いかなっていう感じです。仙骨のところに収縮感を生むような、いくつかの筋肉が一緒にね、セットになって、収縮する感覚。セットになって収縮するということなんです。じゃあその筋肉がどこなのか、具体的にどの筋肉なのかということが、皆さん、非常に知りたいと思うんですけども、これがですね、結論を言うと、中にある筋肉なんです。で、残念ながらですね、これが触ってもわからない。触れないということです。それが、困ったもんなんですけどね。触れない筋肉なんです。要するに奥深くの筋肉、奥の深くにある筋肉ですね、ということです。この間もね、
大阪のセミナー、昨日、一昨日の大阪セミナーで、この仙骨が入れるの身体操作に関しての説明があってですね、こういう時僕は体を触ってもらうんですね。仙骨を入れた時と入れてない時の状態を前とか後ろからこう触ってもらって確認をしてもらうんですけども、皆さん驚かれるのが何にも動いてる気配変化がないですよね。触ってもらう時というのはこういう、で、仙骨がここですよというので、こことかお腹胴体とかこの胴体に該当する部分をでこの辺の、を手を当てて筋肉がどう変化するかというのを、結構この辺もね、みぞおちとか触る人もいますけども、この辺を触って両サイドから前後からとかで入れました抜きましたで何か変わりましたかっていうのを見てもらうんですけど、何にも変わらないんです。何にも本当に動かないです。要するにここら辺にある筋肉は僕が言ってる、仙骨を入れる入れないに関しては直接、関係してないっていうことなんですね。別にこの辺も変わらないし、この辺も変わらない、足も変わらない。じゃあどこなのかっていうと、このね、やっぱ中の方なんですよね。この辺、仙骨だったらもう本当に中の方、こういうところが関係しているということなんです。で、もうはっきりしているのは、まずこの大腰筋、これはもう体の感覚として明らかに、関係をしているというか、こいつがしっかりとね、ぐっと、決まってくれないと仙骨が入る感覚というのが出てこない。全然出てこない。なんですけど、さっき上腕二頭筋と三頭筋の関係性をで話をした通り、この筋肉だけが収縮するということではないです。で、そのセットとか対になって一緒にね、動いてくれる筋肉があるんですけれども、これはですね、体の本当に奥深くだし、この筋肉かなっていうふうに感じてるものはあるんですけど、いろいろ本とかね、解剖図とかを見て場所的にこれかなっていう思う部分はあるんですけども、これ触ってもわからないですし、医療関係とかねに、従事されている方とか、あと施術の先生とかに聞いてもやっぱりこれ全然やっぱわからないものなので、僕もね、この筋肉ですって変に断言してしまって間違えたらね、あんまり良くないので、本当にね、骨盤周りでもいろんな小さい筋肉、いっぱいあるんですよね。いろんな筋肉があってですね、この中のどれだっていうのを、特定するのも難しいのと、その筋肉自体が特定できたとして、じゃあ、この小さな筋肉を鍛えましょうみたいなことになってもあんまりしょうがないんですよね。そういうことではないので、体の動きっていうのはどれか一つの筋肉だけで成立するものではないので、動きの中で、その場所が、感じられるようになってくる。で、だんだん、その体感覚が明確になってくる。で、それを自分で強めていくようにトレーニングしていくっていう段階があればいいと思うので、ここははっきりお伝えするのは難しいんですけども、大腰筋に関してはもう絶対重要になってくると思います。それはもう僕の筋肉の疲労とか筋肉痛だとか、あとは一度ね損傷してしまって動けなくなった時なんかにもうありありとその筋繊維の状態っていうのを感じられたので、そこは間違いないと思うんです。で、なおかつ大腰筋はね、やっぱり今この体幹の中でも非常に大きい
筋肉なので、めちゃくちゃ影響力が強いっていうのはもう絶対間違いないんじゃないかなと思っています。はい、以上です。今日はですね、皆さんにとても質問の多い仙骨が入るという感覚について、今、僕がねできる限りの、解説というのをしてみましたので、ぜひ、トレーニングの時の、参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。